ラファエルと同時代の宗教改革者は誰だ。ということで1510年代です。前回1500年代はミケランジェロが登場した時代という実にシンプルな時代でした。さて1490年代と1500年代で世紀ルネッサンス三大巨匠の2人レオナルド・ダ・ヴィンチとミケランジェロが登場しましたが、この時代1510年代に世紀ルネッサンス三大巨匠の最後の一人ラファエロが登場します。そしてこの時代1519年にレオナルド・ダ・ヴィンチが亡くなり、翌年1520年にラファエロも37歳の若さで亡くなります。しかしミケランジェロは一人元気で88歳までまだまだ生きます。ちなみにラファエロはこの時代に代表作を残しますが、彼は1500年代から多くの絵を描いているので、前回の1500年代からこの時代の1519年までの約20年間はルネッサンス三大巨匠が同時代に活躍していたことになります。そしてラファエロの死によって世紀ルネッサンスは終わるとされています。そしてこの1510年代にラファエロによって描かれた絵がこちらです。この絵は古代ギリシャの哲学者たちが描かれており、さらにレオナルド・ダ・ヴィンチとミケランジェロがモデルとして描かれています。中央のこちらに向かって歩いてくる2人の人物のこちらから見て左側がプラトン、右側がプラトンの弟子のアリストテレスで、どちらも紀元前300年あたりの古代ギリシャの哲学者です。そしてそのプラトンのモデルとなっているのがレオナルド・ダ・ヴィンチです。ラファエロはレオナルド・ダ・ヴィンチから影響を受けていたため、尊敬の念を込めてレオナルド・ダ・ヴィンチを当時最高の哲学者とされていたプラトンのモデルにしたのかもしれません。そして中央の一番手前で肘をついて思い悩んでいる感じの人物は同じく古代ギリシャの哲学者ヘラクレイトスで、モデルはミケランジェロです。まさしく古代ギリシャローマ復興の時代であるルネッサンスにふさわしい作品といった感じですね。ちなみにヘラクレイトスは難解な説を論じていたため暗い哲学者と言われており、かなり気難しい人物だったようです。だからこそラファエロは陰気な性格のミケランジェロをモデルにしたのかもしれないですね。さらに実はこの中にラファエロ自身も登場しています。一番右端にさりげなくこちらを見ている人物がラファエロです。当時は絵の中にサインを書き込めない場合はこのように作品の中に自画像を描いてサイン代わりにしていたようです。もう一枚ラファエロによる作品です。ラファエロといえばこのように聖母マリアと幼児キリストの絵である聖母子像を描いた画家としても有名です。1490年代にお話ししたように聖母マリアはアトリビュートである赤い衣服に青いマントを着ていますが、この絵ではさらに緑色のショールなようなものも巻いています。これはちょっと珍しいパターンのようです。そして右後ろにいるのはイエス・キリストを洗礼した洗礼者ヨハネです。洗礼者ヨハネのアトリビュートは足でできた十字架または杖状の細長い十字架です。さてラファエロという人物ですが、ラファエロは生前からミケランジェロと同様に神に最も近い芸術家として称賛されており、彼の作品は後の西洋美術の模範となり、その後の芸術家たちに多大な影響を与え続けました。その影響力があまりにも大きすぎて、この時代から約350年後の1850年頃にイギリスでラファエロ以前の芸術に戻ろうとする運動であるラファエル前派なるものが結成されるほどです。それは常にラファエロを理想としてそれ以外は認めないという美術学校の古典主義的な姿勢に反旗を翻す運動です。しかもその理由もラファエロによる作品の完璧な出来栄えと美しさのせいで、それ以降の画家たちは作品の出来栄えばかり気にして試行錯誤しなくなったという精神性の欠如を嘆いたためです。それくらいラファエロの影響力は絶大で、西洋古典絵画の代名詞となっていました。ものすごい存在のラファエロですね。実際後の時代の1780年代に登場する画家ジョシュア・レノルズがラファエロとミケランジェロのどちらが最高の画家かという問いに対して、疑問の余地なくラファエロの方が最高の画家であるとするなど最高レベルの評価が与えられています。そしてその問い自体にレオナルド・ダ・ヴィンチが含まれていないというのが当時の美術界の評価の基準を物語っていると言えそうですね。
このようにラファエロはレオナルド・ダ・ヴィンチよりもはるかに大きな影響を後世に及ぼし続けた西洋絵画史上最も大きな影響力を持った画家といえる偉大な人物ですが、この顔から言ってもそんな巨匠な感じがしないからちょっとイメージがつかみづらいですよね。もし彼が長生きしていたらこれぞ巨匠と思えるような肖像画が残ったかもしれないです。ちなみにラファエロは大規模な工房に50人くらいの弟子たちを雇って多くの作品を描かせ、中には下絵以外の大部分は工房の職人に描かせるなどしたので多くの作品が残っています。単独で経営する工房としては当時最大規模の工房だったようです。そしてラファエロの死後、その工房の職人たちが各地に散らばったため、イタリアだけでなく諸外国にまでラファエロの絵画様式が伝播したとのことです。当時の画家はこのようにして工房を構え、教会や王侯貴族などの注文主の意向に沿って弟子たちと共に作品を完成させていました。そしてその工房は弟子たちに教育を施す機関でもありました。実際レオナルド・ダ・ヴィンチなども若い頃は他の画家の工房に弟子入りして働いていました。ですので今の芸術家とイメージとは異なり、当時の画家は職人という扱いでした。芸術家が自分が描きたいものを自分が思ったように描くようになるのはかなり後の時代である19世紀以降の話です。それまで全て王侯貴族や教会などが注文して画家に描かせていたという時代が長らく続きます。それは音楽家も同様です。彼らも芸術家ではなく職人でした。現代みたいに俺の魂をとか言って誰も頼んでいないのに新作を次々に売り出すという時代は人類の歴史上ほとんどの機会においてなかったということになります。これは現代の芸術に対する関連からいくとかなり意外な話ですよね。しかし一方、現代の観点からいくと作品の多くの部分に他人の手が加わっているのはどうなんだろうという気もしますよね。ラファエルの作品には下絵すら弟子が描き、下絵以外の大部分も工房の職人が手掛けた作品もあるらしいです。ここまで来るともうラファエロ作じゃなく弟子作なんじゃないかって感じですよね。そしてこの1510年代の音楽界は1490年代に登場したジョスカン・デプレが引き続き活躍しています。デプレさんまた頑張ってます。この時代はフランス北部から現在のベルギー・オランダであるネーデルラント地域出身の音楽家たちであるフランドル学派が中心ですが、彼らフランドル学派の音楽家たちはイタリアなど各地で活躍し、同時に彼らがイタリア人音楽家たちを育てたことによって今後徐々にイタリアでも音楽が盛んになっていきます。さてこの時代にとんでもない大事件が起こります。それがタイトルになるラファエロと同時代の宗教改革者がしでかしたことです。その宗教改革者とはルターです。意外にもルターがミケランジェロ、ラファエロ、そしてレオナルド・ダ・ヴィンチとギリギリとはいえ彼らと同時代を生きていたというのはちょっと驚きですね。さてこの時代のローマカトリック教会は完全に腐敗しきっており、贖宥錠なるものを教会から購入すると罪が許され天国に行きますよという触れ込みで贖宥錠を盛んに販売して金儲けをしていました。かなりの悪徳商法ですね。そもそもお金で罪の許しが買えるってのがすごい発想ですよね。そしてこの時期にサンピエトロ大聖堂を改築するための資金調達という名目でドイツで盛んに贖宥錠を販売して荒稼ぎしていたカトリック教会に対し、同じキリスト教徒であるルターはそういった行為に対する抗議文である95箇条の論題になる文書を1517年にドイツで公表します。この内容は贖宥錠の販売を批判し、信仰の拠り所を聖書に求め、信仰のみによって救われるのであって、贖宥錠と魂の救済は無関係であるとするものです。
そしてこの95箇条の論題は特に教会から搾取されていたドイツの農民や領主などの支持を得て大きな反響を呼ぶことになり、ドイツを中心としてカトリック教会の制度などを否定する宗教改革の運動が始まります。この運動によってローマカトリック教会から離脱したキリスト教の宗派はプロテスタントと呼ばれます。このプロテスタントの中でもドイツはルター派、スイスではカルバン派というそれぞれちょっとずつ異なる派閥が誕生しますが、いずれも新しいキリスト教の教義や制度の確立を目指しました。そしてプロテスタントはローマ教皇権や特別の身分である聖職者の存在を否定し、司教や修道院が持っていた封建領主権や土地所有も廃止するという考えでした。そのためカトリック教会側も従来の権威を奪われてはかなわないということになり、プロテスタントの運動に対抗してローマ教皇の権威の回復や勢力を挽回しようとする対抗宗教改革と呼ばれる運動を起こし、彼らは禁書目録を作成したり、宗教裁判でプロテスタント側の人々を火あぶりにしたり、世界中で宣教活動をするようになります。特に彼らが世界中で宣教活動をすることによって、これ以降キリスト教は世界中に信者を増やしていきます。このように単に一宗教の中の意見の食い違いといった程度のものなのに、なぜこの出来事が常に世界史で重要な事柄として扱われるのかというと、これが後々までに及ぼした影響がものすごく大きいからです。この時代以降からキリスト教徒同士で100年以上にもわたって殺し合いの戦争を行うだけでなく、今後の音楽や美術の在り方にも大きな影響を及ぼしてしまい、さらには社会経済にも大きな影響を及ぼすことになります。まず美術史に及ぼした影響ですが、プロテスタントはイエス・キリストやマリアの像などを礼拝する行為を偶像崇拝として否定しました。そして暴徒化したプロテスタント教徒たちは今後各地のカトリック教会を破壊し、聖堂に飾られている絵などを燃やしたり破壊したりしてしまいます。特にスイスでは徹底して破壊されたようです。とんでもない損失ですね。そういうわけで偶像崇拝を禁止するプロテスタントが増えたドイツでは宗教美術の発展がなくなり、これ以降ドイツは美術史にほとんど登場しなくなります。反対にカトリックの方は逆に宗教画を布教のためのプロパガンダとしてどんどん使用していくため、美術が発展していきます。次に音楽史における影響ですが、ルターは偶像崇拝を禁止したけれども、なんと意外にも音楽は奨励しました。ルターは音楽は信仰を表明する手段として礼拝において必要だとし、なんと自ら賛美歌まで作曲します。ちなみにルターはジョスカン・デプレの崇拝者でもありました。かなり音楽好きのルターです。それまでカトリック教会では一般のキリスト教徒が礼拝の音楽に参加することはなく、専門的な合唱隊が歌っていましたが、ルターは一般のキリスト教徒も礼拝の音楽に参加することを重視し、そのため彼ら一般のキリスト教徒たちにとって歌いやすく覚えやすい彼らの日常語であるドイツ語による歌詞の聞き取りやすい賛美歌を新たに作曲しました。そしてルターの死後もそういった賛美歌が作曲され続けられ、後の時代になるとこれらの賛美歌は合唱曲やオルガン曲などに編曲されるようになり、その流れはバッハによって頂点に達します。このようにルターはドイツプロテスタントの教会音楽の基礎を築くことになるなど、かなり重要な影響をドイツの音楽史に及ぼすことになります。そして社会経済に及ぼした影響ですが、1900年代初頭に社会学者のマックス・ベーバーが出版したプロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神によると、プロテスタントは資本主義の形成に大きな影響を及ぼしたとのことです。マックス・ベーバーが言うには、まずルターは天職という観念を作り出したとのことです。この天職という観念は労働を神から与えられた使命としての職業であるとするものです。そしてこれによって庶民の労働に宗教的意義が与えられ、労働に励むことは神の意志にかなう最高の道徳的実践となります。さらには富の追求までもが奨励されることになります。そして以前までは俗世間とは切り離された教会内だけで実践されていた禁欲や組織的な生活態度といった厳しい規律が逆に俗世間の労働環境の中に取り込まれるようになります。まず
禁欲という観念によって贅沢な生活を求めずひたすら労働に励むことが促され、そして組織的な生活態度という厳しい規律によって労働環境や生活態度の合理化が促されるようになります。そういったプロテスタンティズムの倫理観が、労働者は労働そのものを天職とみなすことによってひたすら労働に励み、資本家は富の追求を天職とみなすことによって労働者を搾取することを正当化し、ひたすら利益を出し続けようとするという資本主義の精神の発達に大きな影響を及ぼしたとのことです。これは現在の資本主義社会を考えた場合においても、例えば経営者はどんなに大金持ちであっても昔の王侯貴族などとは違ってプライベートに時間やお金をあまり投資せず、それらの大半を会社を大きくすることにひたすら投資するという禁欲的態度による富の追求、そして経営者も労働者も細かく決められたスケジュールや労働手順による合理的な働き方、さらに働き方だけでなくプライベートも仕事に合わせて合理的に時間配分などを決めて生活するという組織的な生活態度、さらに労働することに疑問を挟まない天職という観念といった感じで、現在の資本主義社会においても当てはまると言えそうですね。このようにむちゃくちゃいろいろなところに影響を及ぼしてしまったルターですが、さらにはボーリングのルールまで統一したらしいです。どれだけ社会に影響を及ぼしたら気が済むんだといった感じですね。それまでのボーリングは倒すピンの数とか並べ方など地域によってバラバラだったところを、ルターは倒すピンの数を9本にし、並べ方もひし形にしてボーリングの基本的ルールをも統一するなどして近代のボーリングのルールの原型を作ったとされています。ボーリングはさておき、この時代から約100年以上もの間断続的ではありますが、プロテスタントとカトリックによる宗教戦争で人は大勢亡くなるし、各地は荒れ果てるし、美術品も破壊されるし、とんでもないことをしでかしてしまったルターです。その影響力たるやあまりにも大きいため、ルターによって始まる宗教改革は至るところで言及されますので、この1517年という年号は覚えておくと時代をイメージする上で役立つかなと思います。そしてこの時代にはエラスムスによるチグシン来賛が出版されました。このチグシン来賛はルターが95箇条の論題を公開する数年前に聖職者たちを痛烈に批判した内容で、エラスムスはルターの先駆け的存在であり、ルター自身にも影響を与えましたが、エラスムス自身はルターの宗教改革には批判的でした。さらにトマス・モアによるユートピアも出版されます。これは架空の理想社会を描き、当時のイギリスの政治と社会を批判した作品です。このように権威を持った者たちがいろいろと批判されている時代といった感じですね。それでは最後にこの時代に書かれた絵を8枚紹介します。最初には前回1500年代に登場したミケランジェロによる作品です。これは 40m×14m もあります。しかもこれをミケランジェロほぼ一人で4年かけて完成させたとのことです。しかもこれは天井画なので上ばかり見ていて首が大変だったらしいです。まあそりゃそうですよね。さらに本人は彫刻家であって専門でもない画家の仕事をさせられているのが辛く、無駄な時間が過ぎていると嘆いていました。まさしく職人の鏡ですね。しかしミケランジェロは最初は弟子たちと一緒に作業を始めたものの、途中で彼らを解雇したため自分一人で作業しなければならなくなったという経緯があります。このようにミケランジェロはパトロンや弟子たちと仲違いしたりしてうまくやれなかったようです。そしてこの天井画の中でも一番有名なのがこの部分です。これは旧約聖書の話に出てくるアダムに神様が生命を吹き込む瞬間を描いたとされています。右側の神様と一緒に描かれている複数の人物と赤い布は解剖学的に正確な人間の脳を描いているという説もあります。ちなみにこの時代ラファエロはミケランジェロが制作中のこのシスティーナ・レイハイドの天井画を見て影響を受けたらしいですが、それに対してミケランジェロはラファエロが自分の絵を盗作したと非難し、ラファエロのことを自分に対して陰謀を巡らすやつだとしてレオナルド・ダ・ヴィンチ以上に嫌っていたらしいです。何かと人を嫌うミケランジェロです。次の絵はそのラファエロによる作品です。
この奇跡の綱取りというのは新約聖書の話で、ペテロとアンデルという兄弟の漁師が漁をしていたけれど、何日も不漁続きのため網に魚がかかっていない状態でした。そしてたまたまそれを見たイエス・キリストが、もっと沖で漁をするようにと彼らに伝えます。そして兄弟が半信半疑でその通りにすると、驚くほど大量の魚が取れ、この兄弟は感激してイエス・キリストの最初の弟子になったという話です。結構単純ですね。次の絵はこちらです。この頃は風景画というジャンルはなかったのですが、このパティニーヌの作品は人物に比べて想像による風景がかなり大きな部分を占めており、後に登場する純粋な風景画の先駆けとなりました。パティニーヌの作品の中には、パティニール本人は風景だけ描いて、人物は他の画家に任せていたものもあったようです。そしてこのエジプトへの逃避とは新約聖書の話で、イエス・キリストが誕生したと告げられたヘロデ王が、イエス・キリストが自身の王としての正当性を脅かすのではないかと不安に思い、イエス・キリストを殺害しようと企むも、事前にイエスの養父ヨセフが神のお告げを受けてエジプトに向けて逃避するという話です。この絵の真ん中にいるのが聖母マリアとイエス・キリストです。左側にいる使いっ走りみたいな感じの男性が養父ヨセフです。次の絵はこちらです。かなり生々しくてインパクトが強い作品ですね。このグリューネバルトは長いこと忘れ去られていましたが、19世紀末以降に再評価されるようになりました。しかも本名はマティス・ゴットハルト・ナイトハルトと言います。グリューネバルトという名前は後世の著作家が1670年代に間違ってつけたものなのですが、それもようやく20世紀になってから判明し、今でも間違った名前で定着してしまっています。しかも全然名前違いますよね。そしてイエス・キリストはユダヤ王を名乗ったということで、ローマ帝国に対する反逆罪としてこのように十字架にかけられて処刑されたとされています。ちなみに十字架に貼り付けられて死ぬのはイエス・キリストだけの特別な方法ではなく、当時のギリシャやローマ帝国の刑罰の方法の一つでした。そしてこの祭壇画の中央パネルを開けると、イエス・キリストの復活の場面が出てきます。イエス・キリストは死から3日後に復活したとされています。しかしキリストの復活がおっはーみたいな軽々しさで、これでいいのかって感じがしますね。同時代の人々に怒られなかったのが心配になります。あと2枚です。どちらも強烈なインパクトです。まずはハンス・バルト君による作品です。なかなかインパクトの強い作品ですね。最後の作品はこちらです。これは強烈ですね。マサイスは道徳的、教訓的な内容を書く画家であり、このジャンルの先駆者とみなされています。そしてネーデルラントの絵画はこの頃にはイタリアルネッサンス絵画の影響を受けており、その中でもマサイスは特にレオナルド・ダ・ヴィンチから大きく影響を受け、この醜い老女もレオナルド・ダ・ヴィンチの素描にヒントを得たものとされています。そしてこの絵の内容ですが、ここに描かれている醜い老女はまだ若いつもりで時代遅れの髪飾りをつけ、婚約の象徴である赤い花を持って求婚者を魅了しようとしているけれども、どうやらその花はつぼみのままで今後花を咲かせそうもないといったことが書かれています。それにしても強烈すぎですね。強烈すぎて、むしろ自分はここまでひどくないからまだまだいけるという風に変に自信を与えてしまうかもしれないです。個人的には初めて見た時、人間ではなく何かのモンスターかと思いました。ということで1510年代は世紀ルネッサンス三大巨匠の最後の一人ラファエロが活躍し、音楽界ではジョスカン・デプレもまだ頑張っていました。そしてルターによる95箇条の論題が公表されたことによって宗教改革が始まり、エラスムスによる地区信頼さんとトマス・モアのユートピアが出版された時代でした。そしてこの時代にレオナルド・ダ・ヴィンチが亡くなり、ラファエロも次の1520年に亡くなってしまい、世紀ルネッサンスが終わり、一つの時代が終わります。次回は1520年代です。マゼランが世界を一周します。それでは。